昭和20年4月7日午後2時23分、東シナ海、世界最大の戦艦ヤマトが沈んだ。 AI で当時の色を蘇らせてみる。乗っていたのは3332名、生きて帰ったのはわずか276名である。沈む艦が作った巨大な渦は海に投げ出された男たちを海の底へと引きずり込んだ。6万4000トンの巨体が沈むとき、周りの海水ごと人間を飲み込んでいくのである。もうダメだ。誰もがそう思った。その瞬間、海の底から突き上げた大爆発が男たちを海面へと押し戻した。奇跡としか言いようのない生還だった。あの日、あの海で何が起きたのか、それを知る者は生き残った276名しかいない。今日は戦艦ヤマトの生存者たちの物語である。17歳の少年兵に丸太を渡し、自分は沈んだ艦を追って海に消えた高社長。渦の中で母の顔を見た男。そして生きて帰った者たちを待っていたのは英雄の称賛ではなく沈黙の強制だった。生存者の証言だけでヤマトの最後の海を再構成する。最後まで見届けてほしい。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社とGoogle で検索してみてほしい。戦艦ヤマト、広島の呉で建造された世界最大の戦艦である。46センチという史上最大の主砲を9門備え、基準排水量は6万4000トン。その巨体に3332名の男たちが乗っていた。艦内には炊事場も理髪店もラムネの製造機まであった。一つの町が丸ごと海に浮かんでいたのである。そこには3332通りの人生があり、3332人の家族がいた。ヤマトという艦の生涯は戦艦ヤマトの動画で詳しく描いている。今日はその最後の一日を乗っていた男たちの目から見ていく。昭和20年1月、この艦に一人の少年兵が着任するところから始めたい。安木康夫、17歳、広島の福山に生まれ、15歳で海軍に志願した少年兵である。昭和20年1月、分隊士に言われた。いいか、お前の行き先はヤマトじゃ。あの船は絶対に沈まない。ヤマトが沈むときは日本が沈むときだ。安木は涙が出るほど嬉しかったと語っている。配置は測敵手。海面から30メートルの環境に立ち、5万メートル先まで測れる測距儀で敵との距離を測る役目である。だがこの少年兵が乗った浮沈艦に残された時間は3ヶ月しかなかった。昭和20年4月、沖縄に米軍が上陸。連合艦隊はヤマトを沖縄へ突入させる決断を下す。海上特攻、天1号作戦の海上部隊である。第2艦隊の伊藤誠一長官は納得しなかった。説得に訪れた連合艦隊の久坂参謀長は最後にこう言ったと伝えられる。1億総特攻の買いとなっていただきたい。伊藤は答えた。そうか、それならわかった。なお、燃料は片道分だったと長く語られてきた。実際は徳山の燃料商がタンクの底までさらい、往復可能な約4000トンを積み込んでいる。命令の上では片道、現場は黙って帰りの分まで積んだのである。4月5日、アルガ工作艦長はニコニコしながら野村副長に言ったという。副長、明日沖縄に出かけることになった。課長を集めてくれ。七への出撃を。艦長は笑顔で告げたのである。出撃の前、艦は身軽になっていった。戦闘に耐えられない病人が降ろされた。そして3日前に上艦したばかりの兵学校別の少尉候補生49名も退艦を命じられた。
艦内も覚えぬまま死なせるわけにはいかない。野村次郎副長は書き残している。候補生たちは異口同音に同行を懇願した。なかなか諦めず、納得させるのに困るほどだった。死に行く大和でさえ、彼らには憧れの的だった。4月6日の夕刻、大和以下10隻は徳山沖を抜病した。出撃の前、徐陸民員は皇居の方角へ敬礼し、海ゆかばを歌わされた。海に死ぬ覚悟を歌った事実上の別れの歌である。安木は思ったという。こういう歌い方を、こういう別れ方をさせるのか。それでも17歳の胸にはまだ確信があった。特攻はありえないと信じていました。その夜、艦内の士官室では若い士官たちが死の意味を議論していた。吉田満の戦艦大和の最後は、薄淵岩尾大尉の言葉としてこう書き残している。進歩のない者は決して勝たない。負けて目覚めることが最上の道だ。敗れて目覚める。それ以外にどうして日本が救われるか。ただし、この有名な言葉には、同じ艦にいた生存者から、そんな演説は聞いていないという証言もある。文学が残した言葉と、証言が残した言葉。この動画は、この後、証言のゾワに立って進む。艦隊は豊後水道を抜けた直後から米潜水艦に捕捉されていた。7日の朝には米軍の偵察機が上空に現れる。護衛の戦闘機は一機もいない。日本の航空部隊は沖縄への特攻に全力を注いでおり、艦隊に回せる戦闘機が残っていなかったのである。制空権のない海を10隻の艦隊が裸で進んでいた。幕僚たちは分かっていた。空襲は必ず来る。問題はいつ何機で来るかだけである。正午前、レーダーが大編隊を捉えた。安荷たち測敵手が測距儀を覗いたとき、そこに映ったものを彼はこう語っている。無数の飛行機が迫ってきました。あまりに多かったため、真っ黒な塊に見えました。米軍の攻撃隊は延べ386機、367機とする資料もある。対する大和の上空に味方の翼は一枚もなかった。午後0時32分、戦闘が始まった。17歳の安荷は闘志に燃えていたという。来るなら来い。一機残らず撃ち落としてやる。世界最大の戦艦が最初に放ったのは、史上最大の主砲でも副砲でもなかった。機銃だったのです。と、安荷は語る。敵はそれほどの近さまで一気に肉薄していた。急降下爆撃と雷撃が波状で押し寄せる。米軍の雷撃機は転覆を狙って左舷に魚雷を集中させたとされる。一本、また一本、巨体に魚雷が突き刺さっていく。艦上はすでに地獄だった。安荷の証言である。甲板は死傷者で溢れ、衛生兵が吹き飛んだ腕や足を海に放り投げていました。約2時間の戦闘で大和が受けた魚雷は記録の上で10本、15本を数えたという幕僚の証言もある。一方、この日の米軍の損失は386機のうち10機前後に過ぎなかった。一方的な戦いだった。浮沈艦はゆっくりと左へ傾き始めた。停止へを戻す方法は一つしかない。反対側の右舷に海水を入れることである。右舷の機械室と岩室に注水が命じられた。艦を救うための注水である。戦艦大和の最後は、その時区画にいた乗員が海水とともに犠牲になったと記している。一方で野村副長は、退避する時間はあったはずだと証言を残した。真実は沈んだ艦とともに海の底にある。確かなのは、艦を1分でも長く浮かせるために払われた犠牲があったことである。だが、注水も傾斜に追いつかなくなった。傾斜15度。野村副長は第二艦橋へ駆け上がり、自分の目で艦の外を確かめ、艦長に報告した。傾斜復元の見込みなし。総員を最上甲板に上げる。折り返し、アルガ艦長の号令が艦内に響いた。総員、最上甲板へ。戦艦大和、最後の号令である。
環境では第二艦隊司令部が作戦中止を決めた。これ以上の突入は無意味な犠牲でしかない。第二艦隊は自らの判断で作戦中止を発令した。伊藤誠一長官は幕僚たちに退官を命じると、森下参謀長と握手を交わし、敬礼に応えながら一人で長官休憩室へ去った。世界最大の戦艦とともに沈むためである。作戦を受け入れた司令官として3000名の部下への責任を取る死だった。アルガ工作艦長は艦橋に残った。その最後の姿を防空指揮所にいた者が見ている。鉄兜をかぶったまま、指揮用の白い軍手で打診機をぐっと握りしめていた。そして傾いていく甲板の上ではもう一つの渡れが起きていた。安木を可愛がってくれた上官安本少尉が軍刀を抜き、その場で腹を切ったのである。血がホースの水のように噴き出し、少尉は倒れました。艦と運命を共にする死を自ら選んだのである。前の夜、安木が洗濯した下着を届けると、少尉は言ったという。ありがとう。明日は頑張れよ。指揮官たちは単に残り、古参の兵は自らの死に方を選んだ。だが、同じ艦の上で、若い兵たちには生きろと言った男たちがいた。その言葉の意味を、安木はこの直後、海の中で知ることになる。午後2時20分、大和は横転を始めた。赤い艦艇がゆっくりと空を向いていく。能村副長はその光景をこう書き残している。巨芸のような大和の横腹から無数の人が降り落ちていった。どこからともなく万歳の叫びを聞いたように思った。午後2時23分、転覆と同時に弾薬庫が大爆発を起こした。火柱は6000メートルに達し、爆煙は200キロ離れた鹿児島からも見えたと伝えられている。だが、海に投げ出された男たちにその光景を見る余裕はなかった。沈んでいく6万トンの巨体が海面に巨大な渦を作り、泳ぐ男たちを海中へ引きずり込んだのである。安木康夫の証言。洗濯機に放り込まれたように水中をぐるぐる回り、人にバンバン当たりました。甲板作業員だった西田光母の証言。もがけども上へ上がってこない母の顔が浮かびました。能村副長の手記。身辺、皆、水、破壊物と溺れる人との渦の中、大きな力で下っていく。誰もが死を覚悟したその次の瞬間である。水中がバーッと黄色く光った。弾薬庫の大爆発の衝撃が海中の男たちを海面へと突き上げたのである。溺れゆく男たちを爆発が救った。大和の最後の一撃は皮肉にも部下たちを海に返す一撃になった。海面に浮かび上がった男たちを待っていたのは一面の重油の海だった。顔は真っ黒で誰が誰だかわからない。副砲長だった清水義人は語っている。脱出した時は大勢泳いでいたのに。爆発に巻き込まれたのか、浮かび上がったものは多くは残っていなかった。17歳の安には思わず叫んでしまった。助けてくれ！叫んだ直後、しまったと後悔したという。助けを求める声は軍人の恥とされた時代である。その時、一人の上官が泳ぎ寄ってきた。高社長の川崎克美少佐である。落ち着け。もう大丈夫だ。お前は若いんだから頑張って生きろ。そう言って川崎は自分が捕まっていた丸太を安木に渡した。そしてである。丸太を渡した川崎高社長は救助を拒み、大和が沈んだ方向へ泳いで消えていった。31歳だった。安木は後にこう語っている。川崎さんは大和が沈められた責任をお取りになったのです。漂流は続いた。近くの丸太では少年兵が力尽きかけていた。死んでもいいから眠りたい。上官が殴りつけた。眠ったら死ぬぞ。少年兵は申し訳ありませんと詫びた。やがて別の上官が静かに言った。もう眠らせてやれ。少年兵は眠り、そのまま海に沈んでいった。丸太を共にした16歳の少年は
最後にこう言い残して沈んだという。いろいろとありがとうございました。それでも海の男たちは秩序を失わなかった。重油の海に副包長清水義人の声が響いた。巡視官以上声明申告。近くにいる下士官兵を握って待機せよ。生き残った者を数えまとめ救助を待つ体制を作ったのである。その声を複数の生存者が記憶している。漂流する男たちの耳にやがてエンジンの音が届いた。生き残った駆逐艦冬月、雪風、初霜が戻ってきたのである。雪風の艦内にはこんな放送が流れたと軍医長は証言している。天皇陛下の命令である。雪風は大和の沈んだ海域に直行し、救助に全力を尽くせ。冬月は環境から望遠鏡で海面を探し、2隻の内科艇に位置を指示した。雪風の内科艇は救助打ち切りの直前まで力尽きて動けない兵を拾い上げ続けた。重油で滑る体を男たちは何度も掴み直して引き上げたのである。爆発の凄まじさは救助側の記憶にも残った。大和から1500メートル離れた雪風の艦上でも半袖の者は暑かったと語っている。そしてその爆発は海を越えた。200キロ離れた薩摩半島、枕崎や坊津の人々が海から響く大きな音を聞いているのである。沖の黒島では地面が揺れたという証言も残る。だがあの音は何だったのか。それを知る者は陸には誰もいなかった。大和の出撃も沈没も国家の機密である。水平線の向こうで3000名が死んだことを音を聞いた人々が知るのは後年のことだった。雪風の軍医長物坂康晴は血の溜まった治療室で夜通し手当てを続けたという。私も特攻隊だから一人残らず死ぬことになっていた。死ぬのは当たり前。そう覚悟していた軍医長が今度は生かすために夜を明かした。意識を失って漂流していた野々村副長も雪風に引き上げられ、頭の傷を軍医長に縫われて生還した。安木が雪風に救助されたのは漂流から約4時間後だった。午後4時39分、救助の打ち切りが命じられる。敵の潜水艦と日没が迫っていた。親戚が救助できたのは大和の乗員280名を含む合わせて1706名。海にはまだ手を挙げる者が残っていた。なお、この海戦で大破した駆逐艦鈴月は後ろ向きのまま単独で佐世保に帰り着いている。その奇跡の帰還は鈴月の動画で描いている。4月8日、生存者たちは佐世保に上陸した。そこで待っていたのはねぐらいではなかった。大本営は損害を発表したが、沈んだ戦艦の名は伏せられた。大和の沈没は国家の機密になったのである。不沈の象徴を失ったと知れば、国民の戦意が崩れかねないからだった。負傷者は佐世保海軍病院の分院に隔離された。生存者には厳重な参考令が敷かれた。死亡診断書を書いた軍医は、死んだ場所の地名を書くことすら禁じられ、怒りに手が震えたと証言している。港の近くでは、憲兵が住民を威嚇した。海の方を見るな。ある士官たちには、フィリピンへの転任命令が出た。戦況最悪の戦地への転属。事実上の口封じだったと生存者は語っている。大和の暗号士だった小島清文は、その一人だった。矢作から冬月に救助された士官、池田武国は、機密保持のため、佐世保でも上陸を許されなかったと語っている。彼らは、大和の最後を家族にも母にも語ることを許されなかった。3056名の戦死を見た男たちが、見なかったことにしろ、と言われたのである。英雄ではなく、邪魔者だった。生存者の戦後は、この言葉から始まった。戦争が終わっても沈黙は続いた。なぜ自分だけが生き残ったのか。多くの生存者が罪悪感を抱えたまま口を閉ざした。副電即死だった吉田満は終戦直後の昭和20年9月、ほぼ1日で体験記を書き上げた。
戦艦大和の最後である。だが、占領軍の検閲で全文削除となり、世に出たのは7年後の昭和27年だった。吉田は日本銀行に勤めながら、生涯この一冊を書き直し続け、昭和54年、56歳で世を去った。そして、安木康夫である。生還した17歳を戦争はまだ解放しなかった。昭和20年8月7日、原爆投下の翌日、安木は広島駅の復旧作業に送り込まれた。焼けた街で一人の少年に袖を引かれた。兵隊さん、水をください。戻ってくるから待っておれよ。と言い聞かせ、安木はその場を離れた。だが結局、水を持って戻ってやることはできなかった。70年経った今でも悔やんでいます。大和の沈没と広島の原爆、二つの地獄を17歳で見た男は戦後を生き抜き、やがて大和の語り部になった。生き残ったことへの罪悪感に苛まれながら、それでも生涯をかけて語り続けたのである。令和2年1月、92歳で死去。大和の最後を語れる声がまた一つ消えた。証言はただの思い出話ではない。歴史を正す力である。例えば、戦艦大和の最後には、救助艇に群がる漂流者の手首を軍刀で切り捨てたという有名な場面がある。安木はこれに真っ向から反論した。救助艇に軍刀は持ち込めない。そもそもロープに捕まらせて引けばいいのだから、切る必要などどこにもない。生き残った者が語り続けたから、大和の最後は美化も埋曲もされず、人の物語として残ったのである。安木が晩年若者たちに残した言葉がある。若者よ、君たちが生きる今日という日は、死んだ戦友たちが生きたかった未来だ。そして自らの死についてはこう語っていた。死んだら仲間に会えると思っています。みんなに胸を張って会いたいです。そして頑張って生きましたと校舎長に伝えたいです。丸太と共に受け取った生きろを安木は75年かけて返し切ったのである。大和は今も鹿児島坊野岬の西南西約200キロ、東シナ海の海底に眠っている。2016年、呉市は無人探査機による調査を行い、約50時間の映像と約7000枚の写真を撮影した。砕け散った艦隊と菊の紋章。その映像は呉の大和ミュージアムで公開されている。館内には10分の1の大和の模型が置かれ、遺品や手紙とともに3332名がいた艦の記憶を伝えている。呉の旧海軍墓地には戦死者の碑が立ち、今も毎年4月、追悼式が営まれている。あの爆発音を聞いた枕崎の火の神公園には、沈没50年の年、地元の人々の手で平和記念展望台が建てられた。碑は200キロ先の沈没海域を望んで立っている。徳之島の犬田部岬にも慰霊塔がそびえる。高さは24メートル。大和の環境と同じ高さである。そして坊野岬から生還した鈴月と冬月は、北九州若松の海で今も防波堤として港を守っている。呉を訪れることがあれば足を運んでみてはいかがだろうか。昭和20年4月7日の海を生存者たちの証言で辿ってきた。大和と共に3056名が戦死した。護衛の艦を合わせれば約3700名がこの作戦で命を落としている。そして生きて帰った276名は渦と爆発の海を生き延び、沈黙を強いられ罪悪感を抱え、それでも語り継ぐことを選んだ。丸太を渡して海に消えた川崎校舎長。眠らせてやれと言われて沈んだ少年兵。ありがとうございましたと言い残した16歳。その一つ一つを今日私たちが知っているのは、生き残った者たちが語るという戦いを続けたからである。生き残ることもまた戦いだった。その安木康夫が晩年若者たちに残した言葉がある。若者よ、君たちが生きる今日という日は、死んだ戦友たちが生きたかった未来だ。
私たちが当たり前に暮らす今日の平和な日本は、こうした先人たちの犠牲の上にある。そのことを私たち日本人は忘れてはいけない。そしてその未来を託された私たちにできることは、この国をより良い日本にしていくことである。それが海に眠る3056名への何よりの答えになるはずだ。ヤマトの生涯は戦艦ヤマトの動画で、同じ生存者の物語は飛龍の生存者の動画で、後ろ向きで帰った駆逐艦は鈴月の動画で描いている。合わせて見てほしい。他にも取り上げてほしいテーマがあればコメントで教えてください。この動画のいいねが多かったら、次は武蔵の生存者も動画にしようと思います。この動画が心に残ったら、高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。